カズネチャンネル始まるよ。こんにちは、カズネです。先日公開させていただきましたキッチンの紹介動画、こちらも大変好評いただきまして本当にありがとうございました。こちらもたくさんのコメントをいただいたんですが、ご質問に答える動画を作成してました。ご質問内容なんですが、私の住んでる市営住宅はガステーブルを持ち込んでの設置をしなきゃいけなかったんですけど、ガステーブルを置くと少し隙間が空くんですね。その隙間を埋めるための DIY をしたんですが、その紹介一切しなかったんですね。元栓が閉められないんじゃないかとか、どのように作っているんですかというご質問いただきました。実はここの部分は本当に適当に作った DIY でして、説明というか作ってるところの動画が全くないんですね。で、今ちょっと確認したところ、作ってる写真が少し出てきたので、それもご紹介しつつ、どんな機能がある DIY なのかということもこれから細かくご説明したいと思います。はい、それではね、ご質問がありました。コンロ脇の DIY のことについてね、ご説明したいと思います。おそらくね、皆さんが言ってたの、これだと思うんですよね。これは、キッチンの紹介をした時に G 対策のテープがこの裏まで来て隠すためってね、ご説明したんですよね。ちょうどこの辺に今、ガス栓が隠れております。これをね、いちいちガス栓を閉めるのに、全て取り外さないといけないのかなっていうご質問だったんですけど、実はこれ、蓋開くんです。どこが開くのかというと、ここ。取っ手ついてるんですよ。こんなちっちゃい取っ手なんで、ほんと指1本しか入んないんですけど、ここが開くんですね。では、ちょっと開けます。はい。こんな感じで、中にガス栓があるのが見えますでしょうか。90度、ここまでしか開かないので、しかもこれ、止まっててくれないので、手を離すと、落ちちゃうんですよ。なので、開けた状態で片手を入れれば、閉められるようにできています。上から見ると、ちょうどうまい具合にタイルのこの目地に合ってるんですよ。これ実は偶然なんですけど、パッと見わかんないんですよね。それなんでね、質問をされたんだと思います。この貼ってあるタイルなんですけど、100円均一のものに間違われたんですけど、これ100円均一のものじゃありません。100円均一のものは温度には耐えられないんですね。なので万が一熱いものを置いちゃうと溶けちゃったりするんです。これ楽天で買ったものなんですけど、200度ぐらいまで耐えられるタイルシールなんですね。これを貼っておけば多少使い終わってポンって置いちゃっても大丈夫なんです。実はコンロからの距離が短くなっちゃったので、なおさらこれがね、熱くなって燃えたりしないようにということで、ここだけちょっとお金をかけて DIY してます。一応下のね、木の状態も確認したいので、もう一度これどかしてみたいと思います。はい、取り外してみました。こうやって見ると下すごいでしょここが開きっぱなしになっちゃうと、例えばね、炒め物をした時のね、野菜が飛んじゃって拾うのが忘れちゃったとか、そういうのが、ね、ないようにカバーを作ったんですね。こちらは、ホームセンターで買った木材ですね。こちらを使っております。足の部分は 2x4 という規格の木で、上の部分は 1x6 という板ですね。後ろから見ると分かるんですけど、はい、こんな感じで、ここが厚みがあって上と横は薄いバージョンなんですね。ここがね、こうやって削れてるところあるんですよ。ここはちょうどね、ガスコンロがぶつかってしまうんですね。そのためにここだけカットしてあります。木だとね、ノコギリで切ればいいだけなので簡単なんですよね。なのでこうやって下を木で作って、上は耐熱性のこのね、タイルシートを貼りました。で、ここだけ取ってちっちゃいのをつけて開くようにしたんですね。はい、ひっくり返してみたんですけど、こんな感じなんですよね。塗料も一切塗ってない状態なんですけど、今のところ使ってみても一回も焦げたことはないですね。コンロのそばなんで油が跳ねたり汚れたりすること多いと思うんですけど、キッチン用のクイックルみたいなので拭いているだけです。
DIY の説明をしたついでに、こちらのね、スパイスラック。こちらも実は私が DIY したものなんです。これ何で作ったかお分かりになりますかね？実はこれ、100円均一のすのこで作ったスパイスラックなんですね。だいぶ汚れちゃってるんですけど、前の家からずっと使ってるものなんです。材料費も多分300円ぐらい。塗料もちゃんと塗って使ってました。たまたまね、ここね、幅がちょうど良かったんで、このまま使ってるんですけど、一番下だけは、このスパイスがこぼれないようにと思って前に、これね、接着剤でつけてたんで、もう実は接着剤が取れちゃって、もう外れる寸前なんですね。これがあるだけでね、物が落ちないんですよね。ここの隣が実は私が今気に入らないって言ってる網の棚なんですけど、ここの DIY をするときに、ここまで全部 DIY で作ってしまおうと思ってるんで、もうちょっとしたらこれ自体はなくなっちゃうと思います。でもね、これ軽くてね、お金もかかんなくてすごく便利でした。はい、というわけでいかがだったでしょうか。大した説明もできなくて本当に申し訳ないんですけど、ここの DIY に関しては誰かのものを参考にしたとかが基本的にありません。これ全部自分で考えました。火を使う場所ですので、耐火温度っていうのがきちんと耐えられるものでないと火事を起こす原因になるんじゃないかと思って不安になってしまったんですね。なので現在の形になりました。あの時に使ってるタイルシートはちょっとお値段がするので正直おすすめできないんですが、全く焦げていなかったので、間違いなかったんだなっていうふうに思っています。DIY の質問だけじゃなくて、また他の質問もございましたら、どんどんコメントお願いいたします。今日はここで終わりにしたいと思います。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。